皆さん、こんにちは。改めて、今日私たちは県庁から5分ほどの原城本丸歴史館に来ています。はい、行きましょよかチャンネル。よかチャンネル。はい、皆さん、私たちは今本丸歴史館の中の御座の間に来ています。はいで、最後の動画から結構時間が経ってるんですけれども、その間に全員新しいメンバーに変わっています。その方々を紹介していきますね。まずニエンさん、お願いします。皆さんこんにちは。私はニエンと言います。ベトナムから来ました。よろしくお願いします。皆さんはじめまして、中国の貴州省から来たゴーキクと申します。よろしくお願いします。はい、私はフィンランドのヘルシンキから来ましたエレナと言います。よろしくお願いします。私は4月から多文化共生佐賀推進課で CIR の皆さんのお世話を担当しています安村と言います。よろしくお願いします。はい、それに加えて今日だけスペシャルゲストということで、鍋島港にも出演していただいてますはい、これからは鍋島さんを除いたこの5人で配信をしていきたいと思います。皆さんこれからもよろしくお願いします。お願いしお願いします。春と夏に続いて秋特集を撮っていきたいと思います。で、皆さんそれぞれの秋が結構違うのでちょっと楽しみですね。日本で秋って言ったら大体9月から11月なんですけど、皆さんの国はどうですか？韓国一緒です。あ、一緒なんです。中国も一緒です。あ、中国フィンランドも、はい。ベトナムは秋がないです。え秋ない。9月から11月は雨季でずっと毎日雨降ってます。そうなんですね。じゃあ秋がない国、どんな国なのか気になります。じゃあ今日は秋特集ということで皆さんの国の秋についてお話ししていきましょはい。う。日本は秋だと収穫祭が結構あるんで、佐賀もくんちがあったりするんですけど、皆さんの国ではそういうのはありますか？やっぱり韓国は秋といえばですね、チュソって言ってそれも収穫祭から多分始まったと思います。で、今年は特に5連休だったから、いや私こっちにいるのがちょっと羨ましくて楽しかったです確かに。で、中国も多分ありますね。中国も秋はまず中秋節があって、だいたい3連休が取れますね。韓国で主催の時はですね、そのションピョンという、月の形をしたお餅を食べるという習慣があるんですけど、皆さん食べ物とかはどうですか？中国は月餅を食べます。ベトナムも月餅食べます。あ、そうなんですね。フィンランド、エレナさん、フィンランドはどうですか？特に祭りとかは何もないですし、収穫といえば秋というよりも8月ですし、その時もそこまであまり祭りはなくて、祭りは何かといえば春に集中してますね。結構違いますね。
今回は皆さんの学校にもちょっと気になりますね。で韓国はやっぱり9月秋の始まりというと学校は2学期が始まるという時期です。それは日本も同じですね。9月から2学期が始まります。ベトナムとか中国はどうですか？もう同じですね、中国も。ベトナムの学校は9月から始まってもう翌年の6月までずっと勉強して学期に分かれてないです。へえ。フィンランドは学年は9月からなんですけど、学期には分かれてますけど、まあ秋からは1学期っていうことになります。それぞれ、まあ、日本と韓国だけが一緒で他の国は9月から始まる、という感覚ですね。でその9月からはその学期が始まるのも大事なんですけど、やっぱり韓国ではですね、その秋天気もいいし、まあ、運動会とかですね、学園祭とか、まあ、それがいっぱいあるなんか学校の行事が多い時期なんですけど、で、それについてもちょっと話聞いてみたいですね。まあ、中国も結構秋に運動会がありますので、あとは学生は多いですから、だいたい1回の運動会は3日間くらいかけますね。さすが中国、すごいですね、規模が。3日間運動会は面白いですね。で、フィンランドとかベトナムは、なんかベトナムは、まあ、何もないです。まあ、勉強だけ。真面目ですね。いやー、とは言ってもフィンランドもそんな感じですね。いや、10月に一度だけこう短期休みで秋休みっていうのがあるんですけど、行事とかはもうそもそもないですね。その勉強大変ですね、そこの学生さんはみんな。秋はもうなんか言われてる、春の方はいろいろとか休みとかあったりするんですけど、秋はもう暗くて長いっていう感じですね。じゃあ日本もちょっと紹介してもらってもいいですか？日本も秋は運動会とか文化祭があります。やっぱ涼しくなった時に体育祭があったり。でも3日間はないです。ちょっともう機会があったらちょっと学園祭とか行ってみたいですね。フィンランドってすごい寒いイメージがあるんですけど、この時期どんな感じですか？そうですね、まあ秋といえば結構季節の最初と最後で変わるんですけど、9月って言えばそうですね、まあ20度から10度の間ぐらいを待っていて、もう秋って感じで、もう紅葉も綺麗だったり、まだ少し日差しもあったりするんですけど10月になるとまあ9月といえばもう名前が秋の月って言っても、でも10月の名前は汚れの月って言っても雨がずーっと降ってて、もう結構もう雨自体で暗くなってるし、もうだんだん日光時間も少なくなってますし、11月になるともう本当に日光時間が減っていて、もう植物も枯れていて、名前が死者の月って言って、もうその時期はもうだいぶ寒くなっていて、もう雪が降っててもおかしくない頃ですし、もうやっぱり暗くてみんな精神的にも辛くて死んでるんじゃないかなと思います。はい、結構それって季節感が本当に違うんですよね。韓国で秋といったらやっぱり紅葉とか、そういう感じで、9月から11月を韓国でも秋っていう認識であるんですけれども、で紅葉っていうと、日本よりちょっと15日ぐらい早めに来るぐらいの感じだから、風景は多分似てるとは思います。まあね、そうですね。中国も秋には結構紅葉の見頃になって、そうみんな紅葉に見て、そうなんですよ。で気温はだいたい15度前後なので、そうなんですね。そうですよね。日本は南の方だとなんか秋になると金木犀っていう花が咲いて、なんか色も綺麗だし香りもすごい良くて、金木犀が咲くと秋が来たなっていう風な
感じになるんですけど、匂いの話をするとしたら、韓国ではやっぱりちょっと胃腸が落ちている匂いが一番先に思い出すから、ちょっとそこは違うかな。そうですね、銀杏はちょっと臭いですからね。ですよね。で、そういえば、ベトナムってやっぱその時の緑？はいそうです。そうですね、じゃあじゃあニエさんは四季がないところで育ってきて、日本に来てみて、この秋とかを体験してどうですか？なんか初めて紅葉を見られてほんで感動しました。やっぱりこの秋はですね、5人で一緒にもみじとか見に行きたいですよね。行きたい。行きましょう。